葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴底を振り減らして裸足でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ壊れるまで遊べ遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けだこのバカに日本橋からこっち馬に乗っちゃなんねえっておめえ絵描きのガキじゃねえか確かおめえユキと一緒だったんじゃねえのかユキやつか。やつは死んだ。何よやつだけじゃない。もう綾氏は一人もいない。それ一体どういう意味であいつらが死ぬんなことがあるもんかいもっといいことを教えてやるよ。この世に神はいないんだ。どうしたわかりません。あれは西の者たちか厳罰本日より前島商店は我ら五南町のものとなる五南町。帝のもう一つの血統五南町が密かに続いているという噂は聞いたことがある。なるほど西の者がそれなら鳥居様が必死に隠そうというものだ。だがここに何しに。この地に眠る地の神用意を目覚めさせに。また龍か。幕府を開く時家康はこの地に関東より北の怨霊古き神滅ぼされてきた民族の血をも封じ込めた。それを今爆発させる。私は幕臣だ。アビ我らは神だ。歯向かうだけ傷つく天に唾するごとくな。竜道はどうした。切ったよこの男が見事に。小笠原様。何を才蔵お頭早く。逃げろというのか。私の綾神は才王を補佐する者。私の主は小笠原様です。早く。才蔵才蔵赤松様それでこれから。この娘に働いてもらわねばならん。
異界を開くのですな。それだけではない。この地は江戸の城の真下。今宵あの城に滅びの種を放つ。跡部様に即刻大取り次ぎを。ことは将軍家に関わります。跡部様、安倍様、これは。小笠原宝三郎、番社改め書頭取の役は解く。いや、最初から番社改め書にお主は関わっておらぬ。番社改め書は鳥居が密かに設けたものとして上様に申し上げる。なぜです？今や水野は風前の灯火。ここで水野と鳥居が組んでさらなる陰謀を企んでいたことが明らかになれば、例えば用意を取り締まるという名目で印旛沼などで怪しき化け物を暴れさせたなど。それは違います。案ずるな。だからお主はそのような企みとは関わりない。当然我らもだ。そういうことになる。小笠原よ、お主の配下が用意と化しておろう。ならばその化け物も一切合切鳥居に押し付けるが上策。水野が老中を退けば幕府もまた蘭学をお引き立てになる。異国の書物を紐解く番書調べ書という役所も設けるつもりだ。その頭取には貴公と貴公の師匠についていただく。貴公が鳥居の手に落ちては面倒。この屋敷で静養せよ。お聞きください。西の者と名乗る輩が前島商店に現れました。奴らはお城に災いをもたらすつもりにございます。それはよい。上様ご側室お金の方様が今日明日にもご出産という。上様はひ弱な正之助君に代わる男子を待ち望んでおられる。そんな日に返事が起き、それが鳥居の番社改め書に関わるとなれば、返事で済むとは限りませぬ。ご老中、水野様。西の者など放って印旛沼に戻れとのご決示じゃ。そんな不審はもはやどうにもなりませぬ。水野様は何とかして面目を保つことしか頭にない。だがわしは違うぞ。わしが守りたいのは水野様でも地位でもない、この徳川の世じゃ。花井本庄は屋敷に戻り書き物をまとめておけ。水野様の改革の無理無体についてな。しかし参るぞ穴井せい。君が蘭学を再び世に認めてもらうためあえて泥をかぶったことはよくわかった。先生。だがそれも報われる。先生、宝三郎は参らねばなりませぬ。前島商店とかいうところに戻るのか。私には蘭学より命より重いものがございました。先生。やれやれ、そう言わなければまた破門にするところだったよ。それがもう一つの入り口か。鳥居様。前島商店の出口は江戸中につながっている。これで見つけたとは思わぬことだ。これが最初で最後よ。何をしている。この遊べも連れて行くのか。頼りになるぞ。そうだ、異界だ。異界。異界に帰りたいのだろう。みんなそうだ。
ここに眠る地の神たちも皆そうだ。そうだ、この地にも首が眠る。4本目の首だ。関東に道の国散った民の血をすすってきた用意。いでよ。ムカデ？神話ではよく蛇と相争うのがムカデだった。蛇とはすなわち竜、天津神を表す。対してムカデは国津神の守り神であったのかもしれぬな。それでこいつで何をするつもりなんですか？今江戸城の中で一人の赤子が生まれようとしている。将軍家の子よ、今度こそ男の子と待ち望まれておる。その子にこの用意が取り付く。将軍家の跡取りが用意に？ただの用意ではない。徳川への恨みに満ちておる。生まれた子はたちまち江戸を、この国を滅ぼす悪鬼となろう。そのためにこの場所、この女が必要だった。将軍家を守るのは南町奉行の務め。用意を取り締まるのは我がお役。参る。踊れ。仲間を用意と合体させた。己らごときがこの若松を止められるものか。なんだお前は。あんたは何者？竜道！雪圧さん、これはどういうことだ？気づいておらなんだか。あんまりいい化け方じゃないんでヒヤヒヤしましたよ。江戸厳罰。確かにお前はあの剣で。切りましたよ。ちょいとしたいたずらをしてからね。私の綾髪を。厳罰の厳の字は人の始まりを示す。そうか、それを受けた竜道は。竜になりかけていた俺は人に戻された。あの剣は竜しか切れない。だから竜道さんには傷一つを負わせられなかった。江戸厳罰。貴様は神に従うと決めたのではなかったのか。私は用意に仕え、用意を鎮めるために生きてきた。でも私を縛っているものは何か見てみたかったんですよ。この商店はどんなものを祀っているのか。だがまさかムカデとは。もう心残りはない。江戸家、お前にはもう一つ綾波がある。ほう、裏表があるってことですか。これはバスという字には罪人を成敗するための矛が含まれている。なるほど。なんということを。竜道、頼む。私の綾髪を見せてくれ。いいのか？早くしろ。コートは悪用を殴り払うこと。
はや私に刀はいらぬ。私は怪しだ。仁王や前へ。やめろ。神の血などこの世にはない。すぐに食われるぞ。そうかな。いかんよ。あの中では我が神の力が満たされる。用意とともに徳川の加護の内部へと至らん。お兄さん、あんたの綾神を借りるぞ。鳥か。徳川の世に虐げられてきたお前たち。私はお前たちを救うというのに。どうしたというのだ。こんなこと。アトル。雲七、お前どこに。ずっと一緒だと言ったじゃありませんか。ここが異界。アトル。雪圧なあ、雪圧、ここは異界なんだろ。そうだ。じゃあここにいよう。雪圧も一緒に。どうしてだ。人はあそこで生きていかなければいけないというのか。雪圧は私にあそこで生きる理由を与えてくれると言った。だけどあそこには苦しいことしかない。人であるということが苦しいことなら私はもう耐えられない。アトル、俺はお前を助けてやるつもりだった。俺が何かお前に与えてやれると本気で考えていた。だけどな、ないんだよ。俺にはお前にやれるものなんて何も持ってなかったんだ。いいんだ雪圧、ここにいよう。何もかも忘れて。アトル、俺にはお前が必要だ。お前を見るたびに思い出すことができる。本当は俺もお前のように異界に行きたいのだと。弱くてすぐに逃げ出しそうになってしまう人間なんだと。それでもだからお前がそばにいてくれれば俺はなんていうか少しだけマシになれる。強くなれる。俺がお前を救うんじゃない。アトル、お前が俺を救ってくれていたんだ。そうだな、悪くない理由だ。鳥居が水野の罪を全て明らかにしてきたわ。小笠原、
番社改め所は廃止だが、お主はこのまま旗本として幕府に仕えよ。しかし私はご命令に背き鳥居めがこの書き物を引き渡す条件じゃと申した。評判だな。何の話だ？怪しだよ。江戸中怪しの噂で持ちきりだ。誰がそんな噂を？さあね。あやかしに困っている人がいればどこからか現れるそうだ。物語だな、それは。ああ、そうだ。我らとは違う。人々が勝手に作り上げたものだ。物語など異界と同じだ。見果てぬものよ。そうかな。人は異界を求めるように物語を求める。それはいけないことか。怪しは風のように現れ、あやかしを退治する。そして5人とも美男美女揃いだと。はあ。大川に人を飲み込む魚の化け物が出るそうだ。親をさらわれた子供が怪しを呼んでいる。噂だろ？だがそれを本当にしてみるのも悪くはない。給金は出ないんでしょうね。だが取った用意を食うことは許す。今も俺たちはただの怪しまあいいさ。この世で最も重いとされる裏切りという罪、それを犯した者たちが氷漬けにされる地獄、そこはコキュートス、嘆きの川、怪し新曲一の極。